去年の年末は地獄だった。何が地獄だったかというと、1万円クラスで、高い完成度を持つモデルが多くなってきてるなぁ。と感じてるところに、同じようなコンセプトと実力を持つ、アンダー1万円クラスが大量に投入されたからだ。もちろん、上位機種には、価格差という越えられない壁から生まれる、異なる魅力はあれど、ギラギラに輝く、上位者キラーじみたアンダー1万円クラスの勢いに、おすすめリストを書き直す作業を強いられてたんだけど、書き直してる、まさにその時に、どうしてまた、書き直す必要があるモデルが、発売されるんだよ。というわけで、若干の疲労感をにじませながら、ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ローズテチニックスとしても知られる、古参ブランド。ローズセルサより、独特なドライバーコンビと、取り回しやすい小型ハウジング、そして、ケーブル、イヤーピースまで、総合力が魅力の、ローズセルサオーロラアルトラだ。一見、コンパクトにまとまった、1万円クラスに見えるんだけど、このメーカーを甘く見てはいけない。直近で有線イヤホンで印象に残ったところというと、ローズテチニックスクワイエット C というモデルが記憶に新しい。重厚なハウジングと、高級なケーブルがついて7000円台周辺、というインパクトのある価格設定に、サブベースを大胆にカットして、全体を見通せる空間表現を獲得させた、高解像度なイヤホンとして仕上げられていた。このサブベースが途中でカットされる特性から、合わない人もいたんだけど、好みに合った人から大変な興奮とともに受け入れられたモデルとなった。重量のあるハウジングで、装着できる人も制限されてたけど、でも、この価格帯で人によってはゴールになり得るレベルのイヤホンを登場させていたことから、ローズ系のイヤホンは、かなり注意して触るべき。という、警戒心は事前にあったんだよな。今回のオーロラアルトラは、クワイエット C のとっつきづらいポイントだった。重量を解消、より小型化したハウジングに、良いケーブルが付属していたんだけど、こっちも癖があった付属ケーブルを、取り回し面、音質面で見直した、単結晶導ケーブル。さらに、音質面でも、トポロジー振動板を採用したダイナミックドライバーと、話題性を確保しつつ、しかもそこにマイクロプラナーもくっつけちゃった欲張りセットとして投入された。マイクロプラナーは、ボイスコイルの形状などは通常のダイナミックドライバーに近い、ダイナミックドライバーと平面磁気駆動の中間みたいな印象のドライバーで、高音域を明瞭に、かつお手頃に実現できる、面白いドライバー。いくつかの中華イヤホンで採用されていて、このローズセルサオーロラアルトラに一番近い構成のものというと、COBO のリンコが思い浮かぶな。似たような設計だけど、あちらは100ドルする、7000円程度で買えてしまう上に付属品が充実しているオーロラアルトラがいかにお得かわかるだろう。さらに、このイヤホンには、ローズセルサブランドの、別売用イヤーピースであるサウンドコクーンまでついてくる。最初内容を見た時に、本1万5000円のマイクロプラナーダイナミックドライバー機がまた出たのか、くらいにお気楽に読んでいたんだけど、実際に発売された価格を見て目を疑った。それくらい充実した仕様だ。価格を考えると、付属ケーブルは非常に良い。この価格帯のケーブルでよくある、細すぎて量感を損なったり、逆に音色が曖昧になったりといった弱点を全く感じない。ただし、中低音域の肉厚さを出したい場合はケーブル交換をおすすめするけど、それも好みのレベル。普通に買ったら2、3000円クラスのアップデートケーブルと同じような使い勝手、分岐部のデザインも凝ってて、かつシンプルなデザインの本体によく合う、この価格帯のイヤホンとして、付属ケーブルの質感は100点と言っていいだろう。さらに驚きなのが、この価格帯のイヤホンで、一般的な、シリコン素材のイヤーピースではなく、より上質なリキッドポリマー系、より柔軟で、それでいて耳に吸い付くような装着感で、これを採用するだけで、装着感が一段引き上がるんだけど、価格が跳ね上がるので、この価格帯のイヤーピースに付属することは稀だ。その稀が目の前にあるんだが、詳しくは、単体でショーツを投稿するつもりなので、そちらを参考にしてほしいんだけど、最近他社も発売している、高品質な液体シリコン系イヤーピースと遜色のない作り、このイヤーピースが付属していることで、オーロラアルトラの装着感は、初期状態で満点レベルだ。本体は、フェイスプレートを金属素材で高級感を演出しつつ、割とシンプルな造形。この手のマルチドライバーは大型化する傾向があるんだけど、オーロラアルトラは最小限の設計で、耳の大きい人、小さい人を問わない、軽くて癖のない装着感を実現している。耳掛けタイプにしなくても良いくらいの設計なんだけど、付属ケーブルは布巻きなので、やはり耳掛け装着にしてタッチノイズを減らすようにしているのは正しいように思える。このように、付属品のイヤキとケーブルの時点で正気かという状態なんだけど、ここにさらにケースもついてくる。さすがにプラスチッキーな質感。と思いきや、若干のチークさは感じるものの、ヒンジはしっかり鉄芯が通ってて、連続使用を想定してるし、内張り外張りがしっかりしていて、実用的なハードケースだ。
軽く済ませたい、という人にはかなり優秀なケースかも。もうかなりお腹いっぱいかと思うが、軽量小型で取り回しやすい本体内部のドライバ構成も注目してほしい。ここまで色々ついてたら、本体が一般的な PET 振動板とかでも全然許せるレベルなんだけど、このイヤホン、この価格でこの仕様でデュアルドライバだ。しかも、ダイナミックドライバも、最近一気に低価格化して注目されているトポロジー振動板モデルで、そこに、6mm の丸型平面駆動が加わる。トポロジー振動板は、もともと高級モデルやスピーカーなどで採用されていたタイプの振動板で、歪みが生まれにくく、低価格機にありがちな輪郭の潰れた音を出さない、くっきりとした良い振動板だ。国内では、単数の助言機が人気だけど、あちらは開放によるスッキリとした鳴りを目指したモデルなので、こちらのオーロラアルトラとはかなりキャラクターが異なる。こちらは、よりずっしりとした鳴りが楽しめる、密閉度の高いモデルで、力強く、それでいて書き分けが得意な調整が魅力だ。また、トポロジー振動板の恩恵なのか、力強い低音を確保しつつ、中音域もしっかりと出る。加えて、高音域に力強さを加えるために、このモデルでは、中高音域にマイクロプラナーを当てている。こちらは2年ほど前から名前が出始めた、中国系イヤホンでのみ見かけられるドライバで、通常のダイナミックドライバと平面振動板を組み合わせたような、結構面白いドライバ。低価格モデルでも搭載されるんだけど、しっかりと高音域を歪みなく表現できる上に、BA ドライバーっぽい、何でもかんでも金属質な音になりやすい、といった弱点もない、美味しいドライバーだ。オーロラアルトラは、トポロジー振動板にこれを加えることで、中高音域以上のシャープさを増強しつつ、金属質に音を偏らせたり、あるいは、優しいだけの音で済ませない、という、個性もしっかりと演出している。満点の装着感、満点のオプション、そして、斬新さも備えた、ドライバ構成、と、7000円でこれを実現したのが信じられない、実によく狙いが定められた、かつ、相性の良い人が多く、それでいて個性も残った絶妙なバランスだ。ローズセルサの知名度は国内では高くないかもしれないが、こいつは圧倒的に1本目でもおすすめできる出来になっている。音色を整理して、もう一度話そうと思うんだけど、その前に、こいつタイプ C アダプタまでついてくる。ダメだって、これ以上コストかけちゃダメだって。これ、在庫処分とかじゃなく、がっつり新製品なんだからな。さすがに、この価格で色々やっているから。付属の変換器は、DAC チップ入りじゃない、本当のただの変換ケーブルかなと思ってたんだけど、とんでもない、こいつ、ちゃんと内部に DAC チップの入ったタイプだ。ハイファイ号公式によると、ALC5686 が入ったタイプとなっている。おかしいって、ドングル DAC だけでも Amazon で2000円くらいは取るぞ。ローズが出している価格設定は、USB オーディオ変換ケーブルが 12.99 ドル、イヤピが 15.99 ドル、イヤピが高く感じるかもしれないが、リキッドシリコンイヤピとしてはかなり良心的な価格だ。それから、同等品のケーブルは、13ドルくらいが最安値。5NOCC ケーブルはしっかり別売クラスのスペックだ。相場感を踏まえて、このパッケージを計算すると、残りは3ドル。どうあがいても、3ドル。ところでお忘れかもしれないが、この計算のほか、標準イヤピとケースがついてくる。ねえ、イヤホン本体はと、まあ、それくらいに狂った価格設定である、ということを、ご納得いただけると思う。これで適当なおまけ感あふれるサウンドじゃなくて、マイクロプラナーとトポロジー振動板採用だからな。頭売りでもお安めの価格設定なのに、このパッケージ内容だ。初めて KZ 見た時並みの狂気の価格設定だよこれ。どうして僕が最初に1万5000円だと思っていたのか、大体計算で分かってもらえたと思う。実際、C オーディオリンコは100ドルだったし。というわけで、計算するとイヤホン代が残らない、というバグを乗り越えて、音質面について詳細に評価してみようと思うんだけど、先に評価で出した通り、華やかでバランスの取れたサウンド、というのが、このイヤホン全体の印象となる。かつ、BA とダイナミックドライバーの組み合わせの一般的なイヤホンに比べ、マイクロプラナーは、音色が金属質によりすぎず、高音域と低音域の温度感が違っても、違和感の少ないサウンドを実現しているぞ。ボーカルもよく聞こえるので、ありの曲でもなしの曲でも、華やかかつ破綻させずに聞くことができる。弱点らしい弱点のない、バランスの良い音だ。低音域は若干引き締まり重視、トポロジー振動板の影響かと思われる。全体のバランスとしては、高音域が若干優位、中音域は微妙に控えめ、低音域はよく主張してくるが、バランスとしては前に出ていない感じ。こういうのでいいんだよ、こういうので。さらに、高音域が優位なおかげで、分離感と解像度も高い。くっきりとした音だけど、金属質に感じるほど高質ではない、が、高質寄りなサウンドではあるので、柔らかい音が聞きたい人は、他のイヤホンをおすすめしようかな。
とはいえ、バランスとしては極端ではないので、大体の曲はこなせてしまう。初心者にもおすすめしやすいし、ボーカルを含んでも含まなくても、流行している音源にも、現代的な音源にも対応できるぞ。レトロな音源の不備を指摘してくるほど神経質でもないので、誰にでもおすすめしやすい。インピーダンスは32オームだけど、スマホ直結でも楽しめる程度の音量を確保できていたぞ。なお、もちろん、DAC などをかませてやれば、より優れた能力を発揮できる、上級者にも伸びしろがあるし、初心者スターターセットとして、この1パッケージだけで、どんな環境でもやれてしまう能力があるぞ。と、こんな感じだな。正直な感想、次回作どうすんのこれ？音質面だけで言えば、対抗できたり、同価格帯にライバルはゴロゴロいるけれど、トータルのパッケージ力で他を圧倒してる。計算するとどうあがいてもイヤホン代が残らない付属品に、本体の完成度も高いときた。今のところ、5000円から1万円クラスで、好みを考慮しなければダントツに優秀な1台となっている。もちろん、ドーンムズやプイストラの B メジャーマイナー兄弟など、同価格帯に強力なライバルは存在するが、今、7000円握って、初めてのイヤホン、どれがいいですかと、事前情報なく聞かれたら、間違いなくローズセルサオーロラアルトラだ。第1弾なのにアルトラとか名前についてるので、不可視かなと思ったんだけど、とんでもねえ、本当にアルトラだぞ。と、いったところで今回はここまで、今後の新作全部にハードルとして立ちはだかるんじゃないかこいつ。